こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今週は先週に引き続き第61回日本水石名品展をこの東京都美術館から皆様にご紹介します。今回は特にこの東京都美術館で11年前にこの企画が苦労の末に完成した時に必ずやってみようと描いたこの床の間石という飾りを皆様にご紹介します。もちろん正式な床の間ではございません。ただ日本の水石という文化がどのように生まれて、またこれからどのように受け継いでいくべきかを皆様に見せて、それで提案する場所、つまり石だけで見るものから掛物や道具を使ってその世界をさまざまに広げてもらう、その醍醐味を味わってもらうために仕立てたものです。ご覧ください。カムイコタンの石、北海道に産するこの石はその名を浮舟としています。浮舟、まさに日本のこの文化を歌うような名は近衛忠広公の和歌とともに飾られています。そこには月前舟という心をという題で、月見つつ浮かれていだし船なれば空の海にも漕ぎ渡るべき、その見事な筆が添えられています。叙情的な石の手本のような精神性です。水盤石という飾りの掛け軸を作った床の間飾りの手本の一つというような石をご紹介します。主飾りの石は丹波紫雲石、京都丹波地方に採れるこの山石の中で、このように川連れで錆がれたものは大変珍しいものです。それが段になり景色の伸びを出し、やや紅色の石に合わせるように青銅の水盤に合わせられています。見上げれば雷眼図、まさに秋に狩がスーッと群れで降りてくる姿を描き込んでいます。石の流れ、向かう狩の姿、もっと厳しく言えば画家の落款の位置、これも全て情報通りの世界になっています。一つの石を水盤に乗せて季節を広げ、景色を広げ、それに合わせた掛物を合わせてその流れと間を取る、これが一つの水盤水石飾りの基本の床飾りになり、これなどはそれの恒例と言える石です。ご覧ください。京都貴船神社にほど近い貴船糸掛石という貴重な大型石です。糸掛けの姿がすでにもう風化として慣れた姿になり、その石の雰囲気はまるで茶褐色の聖域のシルクロードの中にあるような山並みとなっています。荒涼とした乾燥した大地、まさに玄奘三蔵が仏典を求めて歩いた道を思わせるような山並みです。かけられた三日月の軸、よく見れば薄く雲渦巻く中にそこに見えるもの、銀泥で描かれた月はすでに黒く見えますが、狩野派江戸期中興の祖狩野探幽の名筆として長く保存されたものがかけられています。まさに仏典を求めた三蔵が夜
見た月はこのような月だったのでしょう。西日本を代表する水石古老大家の初の出品です。80歳を半ばに迎え、一度だけ都美術館に飾ってみようという一石は、誰もが目を引く特別な一石となりました。布袋のように見える船の上に乗る石は、北海道音別で採られた石で、おそらく都美術展出品が初めての三石です。船の姿をしているこの木、石手が遠き昔、ご自分で湖からそそり出る一つの木を取り上げたところ、まさに埋もれ木として石のように重くなっていた桜の古木でした。月見の布袋は川を渡り、その向こうには草加村塾といえるような草庵が待っています。月落ちて露光冷ややかなり、羅奥にて座すという言葉が合うこの掛物は、名筆烏丸光弘によるものです。ある意味、東京都美術館という環境が成し得た一石といえる石をご紹介します。船の上に咲き乱れる菊の花々は宝と見立てた名百花線。古いこの石は有名な作詞家であり唱歌を作った野口雨情の旧造品として名高いものです。かけられた掛け軸は、この美術館の学芸員の方々が見ても、なぜこの名筆がここにと目を疑うものでした。文化文政、日本の江戸期の文人画の代表格、与謝蕪村が描いた桃源遊行図。ロバに乗る外馬が従者を連れて、桃の花の先には霞立つ桃源郷があります。名筆を使ってそこへ行こうとする川渡りの百花線の船、まさに歴史高い名石と名画の見事な取り合わせです。いかがだったでしょうか。2部にわたってご紹介した第61回日本水石名品展、床の間飾りの数々は、回を重ねるごとにご出品なさる皆様が趣向を凝らし、内容を吟味し、深く気高いものへとなっていきます。ご紹介しきれないものが多く、130を超える展示品はまた来年も回を重ねていくと思います。来年こそは皆様、ぜひ本展をご覧なりに来てください。こんなチャンネル、もっといろいろ紹介してくれ、ご期待に応えたいと思います。重ねていくアーカイブス、すべてをお楽しみいただければと思います。ぜひぜひチャンネル登録をお待ちしています。